はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の一言。今日ワード。ということで、はい。今回の今日ワードはですね、はい。頑張るの続け方2パターンということで、はい。お届けしていきます。どんなことかというと、ダイエットとかもそうかもしれませんし、何かお仕事で目標があるっていうこと、それを続けよう。その目標をね、達成していこうとすると、やっぱりある程度継続的に頑張っていくっていうことが必要になってくるなんですけど、そのモチベーション、いわゆるモチベーションの保ち方に大きく2パターンの、続け方があるんだよねということをですね、ちょっとお伝えしていけるといいかなというのが今回のテーマです。はい、で、これ例えばなんですけど、じゃあその2パターンって何やねんっていうと、じゃあ一つダイエット中、自分がダイエット中だとしましょう。で、お友達とお昼に、ランチに行くことになりました。で、出番ダイエット中です。でもイタリアンに行こう。あそこ美味しいねんって言って行きました。で、ダイエット中やけど、まあでもね、美味しいって言うし、友達も久々に会うし、よし行こうって言って、友達は席に着くなり、もうチーズのめっちゃ乗ったピザとか、ミートソースのスパゲッティとかをわーって頼んで、これ美味しいんだよねとか言って、どうするって言われました。で、ダイエット中やねん。言わへんけど。だから、例えばソースのかかったのはやめて、野菜の多い、なんでしょうね。どんなのがありますかね、野菜のメニューっていうと。まあ、スープとか、サラダとかをメインに。でもちょっとあったかいめのサラダとかね、なんかそんなのもありますよね。そういうのにしましたと。で、こいつなんかね、私ダイエット中なのになんかチーズとかミートソースばっかり食べやがってみたいな思うんだけれども、でも私は、ダイエットヘルシーめの食事にしましたと。で、ご飯食べ終わりましたって、いろいろお話ししながらね、久々やねとか言いながらって言って、食べ終わって、で、自分もちゃんとメニュー選べたし、私なんかよくやったわ、みたいな感じ。ちょっとこう、いい感じにゲットした。ここで、デザートです。ってなった時に、自分は、メインはヘルシーなやつにした。そうですね。だから、このまんまデザートもコーヒー、砂糖なしに行くっていう方向と、めっちゃメイン我慢した。だからデザートぐらいは、ね、チーズのかかったとかチョコレートのかかったティラミスなんかをちょっと食べてもいいんじゃないかなっていう2つの方向性がありますよね。ね。どうですか、どっちのタイプ？でも私我慢したからこれぐらいいいかなっていうタイプです。これぐらいいいかなって言ってっていうのがね、2パターンありますよねと。で、そのメイン我慢してんから、最後デザートもちゃんとヘルシーなもので、にしようよっていうのは、どっちかというと自分のこれまでのやってきた一貫性を重視するタイプなんですよね。これまでこれしてきてるもん。だから最後までそれをちゃんとこう貫いていこうよっていう考え方もあると。で、もう一つは、ね、メイン我慢してん。だから、ちょっといいかな。我慢してん、ちょっといいかなって言って、こう、ちょっと自分の、そのバランスを取る。この頑張った分を、ちょっと補おう。みたいな感じで、バランスを取りながら進んでいくっていうやり方を、バランス重視型の、モチベーションの維持の仕方。大きくね、この2つがあるんですよね。で、これ、人によっても結構、傾向違うと思うんですよね。で、そこでね、この一貫性重視って結構世の中で、よく見られる。例えば、お食事とかに行ったり、何かサービスをした時にポイントカードってもらえたりするじゃないですか。で、ポイントカードって、だいたい最初にいくつかポンポンって押してくれますやん。とか、お店によっては、最初からもうすでにいくつか押してあって、それを渡されるっていうこともありますよね。っていうのは、こんだけ貯めてんから、それをやっぱり継続してよねっていうような、その一貫性を、とこ刺激するような作り方になっているわけなんですよね。で、世の中でポイントカードを上手に使って貯めていくのが上手な人もいるし、もう僕ら全然ダメね。ポイントカード自体なくす。最初もらってありがとうって言うけど、もうそのうち、いや、どうせなくすからもういいやって言って、そう考える僕らはどっちかというと、
もう我々二人はもうバランス重視じゃないと、なんかね、逆に言うと一貫性保つの下下手くそですね。手なタイプになりますと。はい。だからね、これ、ね、その人によっての、得意不得意もありますので、はいどっちが正しいっていうことはないんですけど、はいでも、一貫性重視だとやっぱ早いよね。そうですね。確実だし。確実で早い。うんいやでもね、確実性っていう点と、うん一貫性重視だとうん、ちょっと何か問題が起こったりして、一貫性から外れた時に、ちちょっと気持ち折れちゃって、もう戻ってこれないみたいなことも、あるかもしれない。で、だからどっちがいい悪いではないんですね。だから短期決戦でやろうとしたら一貫性が重視でパッてやった方がいいし、そうですね。あれですね、バランス重視型はバランス重視型で、うん折れにくいかもしれないんだけど、こうやってるうちにいつの間にか目標自体忘れてしまって、何やったっけ。まあええかな、みたいになっていってしまうみたいなこともまああったりすると。でもどっちがいい悪いというよりも、うんその取り組みたい問題によっても違うし、自分がね、どっちをやってるのかな、どっちを重視するのかなっていうのをね、ちゃんとこう知ってるといいと思うんですよ。そうですね。一貫性重視なのか、いバランス重視なのか。はいで、一貫性重視やってきた。うんでも、ちょっと何かで折れちゃったっうんていう時は、それは失敗じゃなくって、うん一時的にバランス重視の方を選んだんだっていうことなので、そこでやめちゃうのではなくてですね、はいこの2つのやり方知ってると、うんよし、一時的にじゃあちょっと今ね、うん疲れちゃったからこっち行こうみたいなこともできるそうですね。ということなんですよね。で、これ得てしてね、自分一人でやるときはバランス重視でやれるんだけど、これ誰かと一緒にやるとか、大体ね、人にね、目標の設定の仕方とか相談されたら、みんなね、こっちをやるべきだってね、なんかなるんですよ。そうですね。だから、何言ってんねん、そんなんちょっと甘えてったらあかんやん、みたいな風に、ちょっとね、自分を追い込んでしまうこともあるんですが、この一貫性重視型かバランス重視型かっていうのは、はいもうね、性分ですし、その人がちゃんと理解してやっていく分には、はい。自分のタイプに合ったうんモチベーションの維持の仕方なわけですので、はいどっちが間違い、どっちが正しいことはありませんので、はい。この2つを知っておいてですね、上手に使い分けていただけるとそうですね。いうのではないかなということですね。今回の今日ワードは、はい。頑張るの続け方2パターンはい。というテーマでお届けしてまいりました。はい。はい、今回もご覧いただきましてありがとうございますありが。とうございました。またよろしければご覧になってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。最後までご覧いただきましてありがとうございますあ。りがとうございます。最後まで見ていただけると嬉しいですね。嬉しいですね。チャンネル登録もお待ちしております。はい。もしこの動画お役に立つようでしたら、高評価でお知らせいただきますと我々の励みに、はい。はい、なります。お待ちしております。ありがとうございました。